お世話になっております。マサルです。今回は CD コマンドを使いながら絶対パスや相対パスについて勉強します。学習環境はキラーコーダを使うので、皆さんも Web ブラウザからキラーコーダにアクセスして一緒に操作してみてくださいね。この動画は IT エンジニアの皆さんの成長を応援するスタイルラボさんのご協力でお送りします。スタイルラボさん、いつも応援ありがとうございます。スタイルラボさんの詳細は概要欄のリンクからご覧ください。それでは今日はディレクトリとは何かについてお話をしながら CD コマンドを使って絶対パスや相対パスについてお話をしていこうと思います。まずはディレクトリとは何か、結論からいきましょう。ディレクトリとはファイルの入れ物のことです。普段 Windows PC を利用している方にとってはフォルダといえばイメージしやすいかもしれません。フォルダの中に PDF ファイルや Excel のファイルを入れて整理したりしますよね。Linux ではこのようなファイルの入れ物のことをディレクトリと言ったりします。ディレクトリとフォルダの呼び方の違いについて調べてみたところ、いろんな説明があって明確な定義がわからなかったんですが、マウスなどを使って視覚的に操作するときにはフォルダと言われて、文字を使ってコマンド操作する CUI 環境の場合はディレクトリと言われることが多いようです。これから動画の中でディレクトリという言葉がたくさん出てきますが、ファイルの入れ物のことで Windows でいうとフォルダみたいなものと思ってお話を聞いていってください。それではディレクトリについて一緒に勉強していきましょう。実際に操作しながらやってみた方が楽しいと思うので、まずはキラーコーダにアクセスしてみてください。ログインボタンからログインしてプレイグラウンズから Ubuntu を選択してくださいね。操作できるようになったら今自分がどこにいるのかを確認してみましょう。自分がどこにいるのか知りたいときに利用するコマンド覚えてますか？そのコマンドは pwd プリントワーキングディレクトリでしたね。このコマンドを入力するとコンピューターがあなたはスラッシュルートというディレクトリにいるよと教えてくれます。 Windows でいうとルートというフォルダがあって、そのフォルダを選択している状態だよということですね。さらに操作していきましょう。現在ルートディレクトリにいることが分かりました。ではルートディレクトリの中にどんなファイルがあるのか確認してみたいと思います。ディレクトリ内のファイル一覧を表示するコマンドは何だったか覚えてますか？そのコマンドは ls コマンドでしたね。 ls コマンドを入力するとコンピューターがディレクトリの中にファイルシステムとスナップがありますよと教えてくれました。 Windows の場合アイコンでどれがフォルダ、どれがファイルということを表してくれますが、 Linux の場合はアイコンがないので、それぞれがファイルなのかフォルダなのか分かりませんよね。そこでオプションを使って調べてみたいと思います。 ls には L というオプションがあります。 ls の後ろに半角スペースを空けて -L で L オプションを指定して実行してみます。L をオプションで指定するとロング形式で表示してくれます。ロング形式とはこのような表示形式のことで、 ls だけの時とは違ってロング、つまり長い行で表してくれていますよね。いろんな情報を含んで一覧表示をしてくれています。上の行がファイルシステムに関する情報、下の行がスナップに関する情報です。この情報からファイルシステムとスナップがファイルなのかディレクトリなのかを確認するために、行の先頭の文字に注目してください。この先頭の文字はファイルの種類を表しています。例えばスナップファイルの種類は D になっています。この D はディレクトリの D です。つまりスナップはディレクトリであるということですね。ではファイルシステムの先頭を見てみてください。先頭が L です。この L はリンクの L でリンクファイルであることを表しています。リンクファイルとは Windows でいうと
ショートカットファイルのような存在です。ここは少し難しい話になるので今回は割愛しますが、 ls-l の結果、先頭が L になっていればリンクファイルというちょっと特殊なファイルというぐらいに覚えておいてください。 ls-l の実行結果について少しまとめましょう。 ls を L オプションで指定するとディレクトリの中身をロング形式で表示してくれます。各行の先頭の文字がファイルの種類を表しています。 L ならリンクファイル、 D ならディレクトリです。今回は表示されていませんが、もし先頭の文字がハイフン、記号が特になければそれは通常ファイルであることを表します。通常ファイルとはテキストファイルとかそういうファイルですね。最初は大変だと思いますが、今回の実行結果からルートフォルダの中にはファイルシステムというリンクファイルとスナップというディレクトリがある、こんな絵を頭の中に思い浮かべることができると良いですね。では次に cd コマンドを使っていきましょう。先ほど見ていただいたようにファイルシステムというリンクファイルとスナップというディレクトリがあることが分かりました。スナップはディレクトリなのでファイルを入れることができます。 Windows の環境であればフォルダをダブルクリックすると作業フォルダを移動することができます。しかし Linux の CUI 環境の場合、もちろんここをダブルクリックしても移動することはできません。コマンドによってスナップディレクトリに移動する必要があります。この時利用するのが cd コマンドです。 cd コマンドの cd は Change Directory の略です。 cd コマンドの後ろに移動したいディレクトリの情報を指定します。例えば cd スナップと入力することで作業しているディレクトリの中にあるスナップディレクトリに移動することができます。 cd コマンドで移動した後に pwd コマンドで今どこにいるのか確認してみるとスラッシュルートスラッシュスナップとなっていて、これはルートディレクトリの中にあるスナップディレクトリにいますという意味です。無事に作業ディレクトリがスナップディレクトリに移動できていることが分かりますね。では次に cd コマンドの基本的な使い方についてお話ししていきます。まず前提としてこのようなディレクトリがあるとします。各ディレクトリの中にそれぞれのディレクトリが存在すると思ってください。これを分かりやすく横軸にするとこのように表すことができます。ここに親、子と書いていますが、親ディレクトリ、子ディレクトリという言葉はよく聞くのでここで覚えておきましょう。例えばルートディレクトリから見るとスナップディレクトリを含むのでルートディレクトリが親、スナップディレクトリが子という関係になります。一方スタイルラボディレクトリにとってはスナップディレクトリの中に存在していることになるのでスナップディレクトリが親、スタイルラボディレクトリが子という関係になります。このように左側が親、右側が子供の関係を表すディレクトリの書き方をディレクトリツリーと言ったりします。このディレクトリツリーを見ながら cd コマンドの基本的な使い方を見ていきましょう。現在ルートディレクトリにいる状態で cd スナップというコマンドを使うとスナップディレクトリに移動することができます。これは先ほどもやりましたよね。ではスナップディレクトリからスタイルラボディレクトリに移動したい場合、どんなコマンドを使えばよいでしょうか。そのコマンドは cd スタイルラボですね。スナップディレクトリの中にスタイルラボディレクトリがあるので cd コマンドでスタイルラボディレクトリを指定すれば移動することができます。ではスタイルラボディレクトリに移動してきて、ここから親ディレクトリのスナップディレクトリに戻りたい場合、どのように指定すればよいでしょうか。もしかしたら cd スナップと思った方もいるかもしれませんが、これでは戻ることはできません。なぜなら cd コマンドで指定するときにディレクトリ名だけを指定すると自分がいる作業ディレクトリの中にあるディレクトリを指定することになるからです。これはどういうことを言っているかというと、
cd スナップというコマンドを入力すると、自分のディレクトリの中にあるスナップディレクトリに移動するという意味になるということですね。なので自分の親ディレクトリに戻るということはできません。 cd コマンドで親ディレクトリに戻りたい場合は cd の後ろにドットを2つつけます。 cd 半角スペースドットドットと入力すると親ディレクトリに移動することができます。親ディレクトリはドットドットで指定できることを覚えておきましょう。では次にスタイルラボディレクトリからスナップディレクトリを飛び越えてルートディレクトリまで戻る方法を考えてみましょう。この場合、移動したいディレクトリを絶対パスで指定する方法が便利です。 cd スラッシュルートと指定するとルートディレクトリまで移動することができます。このように先頭がスラッシュで始まる場所の指定方法を絶対パスと言います。絶対パスというと難しく感じますが、そんなに難しい話ではありません。まだ説明をしていませんが、 Linux の場合、ディレクトリは必ず階層構造と呼ばれる作りになっています。 Linux の階層構造を具体的に言うと、頂点にスラッシュルートというディレクトリが存在していて、その下にいろんなディレクトリが存在する作りになっています。つまりこのスラッシュルートの中に全てのディレクトリがファイルとして存在するということになります。なので頂点のスラッシュルートから見てどの位置に移動するのかという指定方法が絶対パスです。絶対パスの場合、頂点のスラッシュルートから始まるということを覚えておきましょう。例えばこの図の場合、絶対パスでスタイルラボに移動したい場合、cd スラッシュルートスラッシュスナップスラッシュスタイルラボという指定方法になります。ちょっと長くて大変ですよね。そこで相対パスという書き方もあります。相対パスだと cd スタイルラボと指定するだけで移動することができます。相対パスの場合、今作業しているディレクトリから見てどの位置にあるかを指定する方法です。cd スタイルラボという指定方法で移動することができます。絶対パスと相対パスの違いをしっかり覚えておきましょう。それでは今回のまとめにいきましょう。今回はディレクトリとは何かについてお話をしながら cd コマンド、絶対パス、相対パスについて一緒に勉強しました。ディレクトリとはファイルの入れ物です。Windows でいうとフォルダと同じような役割です。ls コマンドに -l オプションをつけるとロング形式で表示されるので、行の先頭を見るとファイルの形式がわかります。もし先頭が D ならそれはディレクトリです。作業ディレクトリを移動したい場合には cd コマンドを使います。cd コマンドで頂点のルートディレクトリから指定する絶対パスを使う方法と、自分が作業しているディレクトリから指定する相対パスを使う方法があります。それぞれの違いを分かるようにしておきましょう。最後に少しだけお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。参加方法はメンバーになるボタンから対象のプランを選択していただくと参加することができます。現在は100名以上の方がオンラインコミュニティに登録してくださっていて、毎日いろんな交流が生まれています。小学者の方、学生さんも参加大歓迎です。皆さんのご参加お待ちしています。それではおまけトークです。少し前に仮想マシンとコンテナは何が違うのかという動画を出しました。この動画は予想よりもたくさんの方に見ていただけてとても嬉しかったですね。もしコンテナってよくわからないなという方は見てみてください。この動画にはコメントをくださる方も多かったです。いつも感じていることなんですが、この動画の視聴者さんって本当に優しい方ばかりで、私はいつもコメントに力をいただいています。コメントしてくださる皆様ありがとうございます。かなりお返事遅くなってしまっていて本当に申し訳ないんですが、ハートマークだけではなくてできるだけお礼の文面を添えてお返事したいと思っていますので、気長にお待ちいただければと思っています。これからも皆さんのお役に立てる動画を作れるように頑張っていきます。
今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。